皆さんこんにちは、テクトです。今回はユニットの配置についてお話ししていこうと思います。ただ今回はこのキャラは前に置いた方がいいとか、このキャラは後ろに置いた方がいいとか、そんな限定的なことをお話しするつもりはありません。今回お話しするのは配置をするために覚えておきたい基本的な理論です。理論なのでこの動画を見れば配置を自分で考えられるようになるはずです。それでは早速やっていきましょう。まず配置についてお話しする前に TFT のターゲッティングのルールについてお話ししておきましょう。 TFT のターゲッティングルールは至ってシンプルで、自身に最も近いユニットをターゲッティングします。このルールをうまく利用して配置をコントロールしていく感じですね。めちゃくちゃ大事なルールなのでこれだけは覚えておきましょう。さてそれでは配置の基本中の基本であり、そして最強の理論をお教えします。それは味方の攻撃を集中させ、敵の攻撃を分散させるです。私はこれをフォーカスを合わせ、フォーカスを散らすなんて言ったりします。言葉だけだと分かりづらいと思うのでボードを見ながら解説していきましょう。まずはフォーカスを合わせるというところから、ダメージを出すユニット、キャリーがこんな感じに左右に離れていたとします。各ユニットは先ほど言ったターゲッティングのルールにのっとり、最も近くの敵をターゲッティングします。そうすると敵の前衛に対してのダメージが分散し、倒すのに時間がかかってしまいます。時間がかかるとどうなるかというと、敵前衛の持つ回復、シールド系のスキルや特性、アイテムなどの効果が何度も発動することになるわけですね。そうするとさらに倒すのに時間がかかり、次第に味方の前衛が耐えられなくなり負けてしまいます。ですが今度はその逆、こんな感じに全てのユニットが片側に寄っていたらどうなるでしょうか。敵の前衛に対してのダメージが集中し、回復やシールドなどのスキルが何度も発動する前に即座に1体倒すことができます。迅速に1体倒すことでさらに敵を倒しやすくなり、結果として勝ちやすいボードになるという感じです。フォーカスの合わせ方はこのように隣接させるのはもちろん、縦軸で合わせることもできるので覚えておきましょう。このフォーカスを合わせるということがとても大事で、序盤だろうが後半だろうが常にこのことを意識しながら配置を考えていくことになります。ただし後半戦になってくると範囲 CC が目立つようになってくるので注意が必要です。 CC とはクラウドコントロールの略で、スタンとかノックアップとかの行動妨害のことです。範囲 CC が出てくる後半戦では攻撃を集中させることよりメインアタッカーが行動不能にならない方が結果的にダメージが稼げたりするので、そのあたりは注意しましょう。さて味方の攻撃を集中させることが大事だということは、つまり敵の攻撃は分散させた方がいいということでもあります。分散のさせ方は至って簡単で、こんな感じに前衛を詰めておくことで攻撃を分散させられます。ユニットは最も近くの敵をターゲットするので、こんな感じに詰まっているとターゲットが分散するわけですね。この場合だと相手が対角に同じように配置してきた場合、この左側のキャラが集中砲火を受けることになりますが、それはお互いに条件が同じとなるので配置によるアドバンテージを失うことにはなりません。さらにこの最もターゲットされやすい場所に生きててもスキルが1回くらいしか使えないような前衛、もしくはスキルがあまり強くない前衛をメインの前衛を守る前衛として配置しておくことで、メインの前衛を生き残らせることができます。これを意識するだけで前衛が死ににくいボードを作ることができるので覚えておきましょう。そして今のに加えてもう一つ、メインキャリーはどちらかの端に置くと味方の前衛が倒されたとしても敵の前衛が押し寄せるまで時間がかかり、最後まで行きやすくなります。それはつまり敵のメインキャリーがこの両端に置かれていることが多いということなので、前衛の両端がダメージを受けやすい場所となることを意味しています。なので前衛の中でも生き残らせたいキャラを中心に、生き残らせなくてもいいキャラを外側にグラデーションさせていくと倒されにくいボードになりますので覚えておきましょう。もし端に置くとスキルが打てなさそうな場合はこのように1マス下げることでターゲットを少しだけ受けることもできたりするので、こちらもまた覚えておくといいでしょう。以上が配置の基本、フォーカスを合わせてフォーカスを散らすという理論です。まあもうめちゃくちゃ簡単に言うと、序盤のうちは端に寄せて
後半は散らそうってことですね。それでは次は配置の変わるアイテムについて解説しましょう。こちらが配置の変わるアイテムです。まず先にガゴストから。ガゴストはターゲットされればされるほど防御力が上がるアイテムです。なのでこんな感じに前に1人で立たせたり、こんな感じに横並びになった配置の端のキャラが持つと効果を最大限発揮できるようになったりします。ただ基本的にガゴストは前衛の少ない構成で使うべきアイテムで、前衛が横に並べられるくらい多い構成で使うべきではありません。次にイーブンシュラウド、そしてアイオニックスパークです。この2つのアイテムは所有者の周囲2マスの敵の防御力を下げるアイテムです。3マス以上離れた敵には影響がないため、キャリーがターゲットする位置から2マス以内に置く必要があります。キャリーを左端に置く場合はここにないと効果が適用されずにもったいない場合があるので注意しましょう。ただ敵はターゲットが射程内にいない場合はターゲットに向かって動くので、こんな感じに置くと効果範囲をボードの中央に寄せつつ敵を効果範囲内に寄せることもできるので覚えておくといいでしょう。最後に力の聖杯やジークの使者です。これらのサポートアイテムは所有者の左右に影響のあるアイテムです。こんな感じに後衛のユニットに持たせて効果を最大限活かしたくなると思うのですが、先ほども言った通り後半になると敵の範囲スキルが増えるので離して配置した方がいい場合が増えてきます。そんな時はこんな感じに射程の短いユニットにサポートアイテムを持たせると戦闘開始とともに前に歩いていくので、後衛の位置を離しつつサポートアイテムの効果を適用することができます。前衛が少ない構成で1体後ろに下げてしまうと前に置いたユニットが受け持つ攻撃の量が増えてすぐに倒されてしまうかもしれないので、基本この配置は前衛の多い構成で使う配置となります。以上が配置が変わることのあるアイテムです。特にガゴストとイーブンシュラウド、アイオニックスパークは作る機会の多いアイテムだと思うので覚えておくといいでしょう。さてそれでは最後に特殊配置についても触れておきましょう。正直使うことが少ない配置なので覚えなくてもいいですが、一応解説しておきます。まずはわざと負けるための配置です。こんな感じに射程の長いユニットで射程の短いユニットを閉じ込めることで移動できなくなり、ボードを意図的に弱くすることができます。負けると利益のある特性やオーグメントを持っている時などわざと負けたい時に使えます。次に前衛をわざと歩かせる配置です。こんな感じに射程の長いユニットで列を作り、その後ろに射程の短いユニットを置くことでユニットを歩かせることができます。これは戦闘開始とともに後衛まで飛んでくるアサシン特性のような敵がいる時に敵のキャリーに味方タンクの相手をさせるために使います。セット 9.5 にはいませんが今後使うことがあるかもしれない配置なので頭の片隅に入れておくといいかもしれません。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。